どうもこんにちは。今日はナンバー9と10、ロスコダービーとコズミックアデレード釣り込みやっていきます。どちらも事前に軽く仮釣りをして少し立体的にはなってるんですが、ここからさらに本番の釣り込みやっていきます。ちなみにパッと見で左足のこの内側が結構濃いですね、色が。こう比べると外側はどっちも大体同じです。というのもコードバンこれ1枚から取れたんですけど、こういう風な取り方してるんですね。なのでこの外側はこういう風につながってるんですよ。靴でこう並べた時ってだいたい外側と外側がよく見えるので、こっちの色合わせをしつつ、ちょっと内側は結構色ムラがあって個性があるような感じになると思います。カウンターにボンド塗っていきます。突き型芯を入れてボンド塗りました。でここでサイドライニングを入れます。サイドライニングはこの靴のこのサイドのところに入る補強の革ですね。ナッパーとライニングの間に挟んでおきます。手を押し当ててハンマーの内跡を少し消していきます。かかとが釣り込めました。縫い割りは普通この縫い割りの横に補強のステッチ入れたりするんですけど、このデザインではちょっとコード版のこの質感を楽しみたいので補強のステッチなしでいってます。でかかと見比べるとこんな感じで、ちょっとね、左足は内外ほとんど同じ色合いなんですよ。なんですけど右側はこっちの内側がちょっと色が薄め、外側が少し色が濃いめという感じです。コード版の面白いところは角度によって少し色合いが変わるっていうのが面白くて、こうやって見るとかなり明るいですよね。こことの差がかなりあるんですけど、こうやって見るとここの色合いが変わって同じような色合いにも見えてくるというね、本当に面白いです。ナンバー10の釣り込みもやっていきます。綺麗なシームレスヒールです。このシームレスヒールの丸みにこのミュージアムカーフのネイビーのムラカンが乗るとすごい映えます。ライニングをまず釣り込みます。先芯釣り込みます。
り込んだ芯を成形していきます。まずは釣り込みしろはみ出している分をカットします。先芯に硬化剤塗ります。革用の硬化剤です。極利棒でこすって表面を滑らかにします。このピロピロしているサイドライニングを貼り付けます。以前コードバンでこのデザインで靴を作った時はつま先の形はおまんじゅう塔と言ってました。丸みがあってちょっとボリュームのあるつま先で、この靴はほとんど同じなんですけど、若干鉄寸を伸ばしてシャープにしたスタイリッシュめなおまんじゅう塔になってます。スタイリッシュおまんじゅう塔。結構硬いので細かくまとめるのが大変です。釣り込みが終わったので、すくい縫いも一気にやっちゃいます。すくい縫い、まずは釘を抜いて、中底には先に下穴を開けてあります。下穴に沿って開けて、でアッパーとライニングにまだ穴開いてないんで、ここで穴を開けて、でさらにベルトにも穴開きます。でベルトをね、ここでグッと引っ張ります。引っ張りながら穴を開けることで縫い上がったベルトに張りが出ます。で穴開けたら両側から針を入れて、これで一針縫ったら両手でグッと握って締める、して叩く。この中底とライニング、アッパー、ウェルト、あとはサイドライニングもですね、これをまとめてこの曲がってる先端でそれらの材料をこうすくい上げるように貫いて縫っていくのがすくい縫いです。ラスト一針になったのでウェルト切ります。そして端っこを斜めに切っておきます。
はい、ということで2足ナンバー9、10釣り込みからスピンニングまで終わりました。この2足かなり対照的なような気がします。どっちもムラ感はあるんですけど、色合いが反対色、内羽外羽、シンプルな方と少し飾りがある方という感じで2足並べて眺めたくなります。こちらナンバー9コードバンの靴、釣り込んでみてこんな感じのムラ感になりました。いや面白いですね。宝石のタイガーアイを思い出します。またコードバンの繊維方向によって光り方が変わるっていうところもまたタイガーアイみたいな雰囲気がありますね。で左右比べると特に左足のバンプ部分の色ムラが結構激しいですね。バンプ部分が濃いめでつま先にかけてちょっとつま先にかけてというかつま先が薄くなってますね。色はかかとはこんな感じです。つま先はこんな感じ。ボリュームのあるおまんじゅうですね。去年のおまんじゅうより少し細身になってるんですけど、それでもおまんじゅう具合はわかると思います。こちらがナンバー10ミュージアムカーフのアデレード。またベルトが青いということもあってさらに靴全体の青さが強調されている感じがあります。つま先の形状は実はコードバンの靴と違ってほんの少しだけステスンを伸ばした、1ミリちょいなんですけど伸ばして若干もうちょっとスタイリッシュでイギリスっぽいつま先に近くなってます。かかとシームレスヒールです。こちらそれぞれ底付けは若干違いまして、これはシングルソールのベベルドウエストになります。でこちらちょっとカジュアルな雰囲気もあるので外側だけ角コバ、内側だけベベルドウエストという仕様にしたいと思っています。ということでどんどんやっていきたいと思います。それではまた。